こんにちは。俺の名前はシン。これはばらつきを扱う秘伝をオープンにする3回目の動画だ。前回の動画では公開しているツールを使った実習を行い、分布演算によって求めた演算結果が目標値以上となる確率値を求めた。今回はその目的値の数値を分布に拡張して、演算結果の分布と目標の分布の2つの分布の大小関係を考察することで、比較というものはどういうことなのか、その本質について考えてもらう。従来の数値演算では、性能や信頼性の実力が目標を上回るか下回るかといった2つの数値の比較によって判断している。ところが、この世界のあらゆるものやことはばらつきを持っており、その範囲内とはいえ誤差を持った特定の値の比較だけで判断した結果はかなり怪しい。複雑なシステムや部品の設計を行った場合、組み合わせ後の性能や信頼性は本来ばらつきを分布として扱い、目標を達成できる期待値を確率的に保証することで初めて正しく設計したと言えると思う。もちろんばらつきが小さくて最大値や最小値の組み合わせで完全に目標を満足できていたり、逆に完全に満足しない場合はそこまでやらなくても判断できることもある。ところが多くの場合、そのばらつきを正しく評価しないまま、どちらか都合がいい方に切り捨てられていることも多い。以上のように、ソフトやハードの性能や信頼性を正しく保証するためには、その実力と目標を分布として扱い、これから説明する分布間のバランス設計を行う必要があると考える。前回の動画では、ここに示す実力値として月間ガソリン代の分布を月間走行距離と燃費とガソリン代の分布から求めて、その月間ガソリン代が目標となる所定の予算を超える確率を求めた。よく言われることに、目標値は固定して動かさない方が良いという考え方がある。しかし、それは特定の工程内だけの都合を優先した場合の話で、現実にはその目標値も毎工程において変動要因であるパラメータの調整結果であることが多く、環境が変化してバランスが崩れた場合、目標を固定していることによるリスクが顕在化する。そこで、その目標値となる値もばらつきを持った分布として扱うことで、フレキシブルな設計が可能となる。この実習では、予算として毎月変動する収入の所定のパーセントを分布として与えることを考える。一般化するために、このグラフのようにガソリン代は実力分布、予算は目標分布と呼ぶことにする。このバランス設計はこれから説明するガソリン代以外の適用例として、例えば障害物を回避するシステムを設計する場合、目標分布はセンサが障害物を検出する距離、実力分布は障害物を発見してから回避制御を行い、回避が完了するまでに必要な回避距離として設計を行い、回避が間に合わないリスクを確率的に求めることができる。他に、繰り返し作動させることで破壊に至るハードの耐久性能を保証する場合は、目標分布として対故障回数、実力分布を生涯作動回数として故障確率を所定以下に抑えることができる対故障回数分布を求めて、その分布形状を満足させる評価条件を決めることができる。この耐久性能のバランス設計は従来からストレングス解析として知られているが、俺は教科書で正しく解説しているものをほとんど見たことがない。その理由は、前回説明した分布演算と組み合わせて使わないと多くの場合、実力分布が求まらないことや、次に述べることが考慮されていないからだ。実際にバランス設計を行う場合、よく間違われているので区別するべきものがある。今回説明するのは、実力分布が目標分布を達成する確率を求める方法である。例えば、ある時の実力分布がその時の目標値を上回る確率を求める場合、目標分布は確率分布をプラス側に累積した累積分布を使わなければならない。その場合、達成確率は実力分布の確率値と目標分布の累積分布の確率値をパラメータごとにそれぞれの確率値の積を求めて合計したものである。
逆に下回る確率を求めるには目標分布をマイナス側に累積する。別のバランス設計として、例えばある時点の位置が目標と一致する確率を求める場合は、2つの確率分布の確率値の積を合計する。これは例えば砲弾が標的に的中する確率を演算する場合のバランス設計である。このように目標を達成する設計と一致させる設計では演算方法が異なり、前者は確率分布と累積分布、後者は確率分布と確率分布を使うことが異なる。さらに考慮すべきケースとして、実力が目標を完全に下回っているか、完全に上回っているか、その中間かを考える。実力分布が目標分布を完全に下回っている場合、両方の分布の重なりがない。したがって達成分布が存在しないので、達成確率は 0% となる。実力分布が目標分布を完全に上回っている場合は、累積分布の確率値が1の領域に実力分布が含まれており、達成分布と実力分布が一致する。したがって達成確率は 100% である。その中間で実力分布と目標分布が重なりがある場合、面積が1以下の達成分布が存在して、その面積が達成確率になる。いずれも目標分布の累積分布と実力分布のパラメータごとに確率値の積を合計した分布の面積が達成確率となり、この積の分布をここでは達成分布と呼ぶ。実際にバランス設計を行い、実力分布と目標分布と達成分布を求めた結果のグラフを説明する。これは一次元の分布で実力分布と目標分布の累積分布からパラメータごとの両方の確率値の積を求めると、このように達成分布を求めることができる。この達成分布の面積が面積イコール達成確率としてここに表示されている。グラフの縦軸の確率値は累積分布は右側の表示で最大が1、他の確率分布は左側にスケールが表示される。2次元の場合、目標分布の累積分布を求める際に、累積方向と累積範囲をベクトルと角度で指定する。このグラフでは X 軸と平行のプラス方向に90度の範囲で累積した分布を作成した。この累積分布と実力分布から求めた達成分布がこれで達成確率は 13.8% と表示されている。これは3次元の実力分布と目標分布と達成分布を表示している。それぞれの分布の確率値はドットのヒートマップとして証言している。3方向の平面にはそれぞれ分布を投影した2次元分布の等高線を表示しているが、等高線の間隔はそれぞれのピーク値を等分割したものになっており、実際の値は対応するカラーバーで表示されており、分布の高さはそれぞれ2桁から4桁以上の差がある。この場合、目標分布の累積方向は XYZ が111の方向になっており、こちらが達成方向を示す。この場合の達成確率は 1.65% となっている。ここでは実力分布と目標分布の位置関係を変化させた場合の達成分布の達成確率の変化を示す。グラフが左から右に行くに従って実力分布と目標分布の間隔が狭まっており、達成確率が大きくなっている。ところが通常の表示であれば達成分布は他の分布より何桁も小さいので0にへばりついている。そこで縦軸の確率値を対数表示にすると達成分布の形状が見えるようになり、位置関係に従って大きくなっていることがわかる。ツールでは一次元分布のみ線形表示と対数表示を出力するようになっている。以上の説明に基づいて今回の実習では前回分布演算で算出した月間ガソリン代の分布を実力分布として使って毎月のガソリン代に使う予算が収入に応じて変化する場合を想定し、予算を目標分布として達成分布や達成確率を演算する。前回と同様に GitHub でツールをダウンロードしてもらうが、前回からの変化点は分布のバランス設計を行うために分布 .exe が機能追加されることと
目標分布として使う予算のデータとしてyen.csv が追加されている。分布 .exe を起動すると前回と同じ画面が立ち上がり、下から2番目のボタンをクリックすると演算方法のプルダウンメニューが表示される。今回、%のメニューの下に %2 というメニューが追加され、実力分布と目標分布を入力して達成分布と達成確率を求めることができる。今回追加でダウンロードするデータは毎月のガソリン代に使う予算のデータでこのようになっている。これはダミーで作成したものであるが、皆さんの実際の収入の何%かをリストアップしてもよい。全体の流れはこのようになる。1と2の月間ガソリン代の分布を求めるところまでは前回と同じなので、ここでは説明しない。前回生成したガスプライス .npz があれば、その月間ガソリン代の分布を使って3のバランス設計を行う。3では月間ガソリン代の分布を実力分布、データファイルから入力する月間予算を目標分布として処理を行う。達成分布として予算超過分布、達成確率として予算超過確率を生成する。分布 .exe を起動して、最初のプルダウンメニューは、ディストリビューションアンダーバーファイルを選択する。そして、セレクトアンダーバーファイル1をクリックして、実力分布として月間ガソリン代の分布ファイルであるガスプライス .npz を選択する。次のプルダウンメニューはデータファイルを選択する。そして、セレクトアンダーバーファイルをクリックして、目標分布として yen.csv を選択する。そして、yen.csv の後に無視する行や読み取る列を記述する。最後のプルダウンメニューは %2 を選択する。出力フレームには出力ファイル名、グラフの単位名、累積方向を記述する。そしてエグゼキュートをクリックすると予算超過確率を含むファイルを生成する。実際に作業を行ったキャプチャー動画を説明する。まず最初のプルダウンメニューでディストリビューションファイルを選択して、セレクトファイル1でファイルを選択する。ガスプライス .npz を選択する。次にプルダウンメニューはデータファイルを選択する。セレクトファイル2で、ファイルを選択するが、yen.csv を選択する。さらに、その後、yen.csv の無視する行数、抽出する列などの情報を入力する。分割数は30。最後のプルダウンメニューは %2 を選択し、出力するファイル名、単位、累積する方向を入力し、エグゼキュートをクリックする。すると、こちらに演算過程が表示されて、ファイルが生成される。生成されたファイルは、yen.csv のヒストグラムと近似した確率分布、それから次に実力分布であるガソリン代と目標分布である予算、達成分布、超過を示す分布が表示されている。これが縦軸対数表示にしたもので、達成分布が見える化できている。
生成されるグラフはこの2つで、右のグラフは左のグラフの縦軸を対数表示にしたものだ。左のグラフでは予算超過確率を示す予算分布が0にへばりついているが、右のグラフでは分布として見えている。予算超過確率は 0.14% となっている。このように、従来の数値演算では目標と実力の代表を比較するだけだったものが、分布演算を使うことでばらつきを考慮した上で確率的に厳密な比較が可能となる。まとめると、ここでは実力と目標の比較の例を挙げたが、一般的には物やことにおける2つのパラメータの比較をする場合、従来の数値演算では値が大きいか小さいかを判断しているので、ばらつきによる判断ミスのリスクがあるのに対して、分布演算では2つのパラメータをそれぞれ状態の分布として扱うことで、ばらつきを含む関係を確率的に扱い、厳密な比較ができることを示した。また、その比較の具体例として目標を示す分布と現実の実力を示す分布から目標の達成確率の演算方法を示し、その応用が設計や解析、日常生活でも広く活用できることを明らかにした。今後は分布の多次元化やさまざまな方程式の解の求め方など、分布演算が数学全般に拡張できる可能性について説明していく。引き続き1、2ヶ月に1回は更新をしていきたいと思っているので、動画の視聴やツールの活用をお願いします。ありがとうございました。